今回は、以前レビューした、女神デバイス、エクスキューショナーブライドを全塗装していきます。マントや武装は、パール塗料を使って、神々しさを表現しています。いくつか新しいことにチャレンジできたので、楽しい制作でした。それでは、最後までごゆっくりお楽しみください。万吉プラモチャンネル。皆様、こんにちは。万吉プラモチャンネルにようこそ。最近、バイオ熱が再燃しまして、バイオ7をかなり久しぶりにプレイしてみました。ゲーム実況で何度も見て、ストーリーもすべて知っているのですが、ビビりすぎて何も進められない自分に若干引いています。バイオ8は余裕でクリアできたんですけど、バイオ7は無理ですね。一生メーカー家から脱出できる気がしません。今回は、以前レビューしたエクスキューショナーブライドを全塗装していきます。一応、今回も工作と塗装作業を一つの動画にまとめています。いくつかの作業はウィドウと被っているので、今回は省略しています。お時間がありましたら、ウィドウの制作動画も合わせてご覧ください。コメントで前髪をすくと可愛いよというアドバイスをいただきましたので、実践してみました。左の前髪は、練習と実験を兼ねて、すでに加工しています。前髪の加工をするときに、大家さんの動画を見て勉強しました。作業工程が綺麗にまとめられていて、めっちゃわかりやすかったです。結構動画見させていただいております。まずは、ニッパーでざっくりカット。慣れていないので地味に緊張します。次に、デザインナイフで形を整えていきます。大まかに削ったら、カンナ掛けや、ヤスリを使って表面を整えました。どうでしょうか。確かにちらりと見える左目がいいですね。これは、たわわの前髪ちゃんに近いポテンシャルを感じます。その他の表面処理や合わせ目消しなどの工作作業は、ウィドウとほとんど同じなので、早送りでお送りします。多くはありませんが、いくつかのパーツを後はめ加工しました。まずは首元ですね。肌色の方のパーツを一部カットして、パチンとはめられるようにしています。そして、胴体側を加工して、肩甲骨のパーツを後からはめられるようにしました。その他は、腹部の銀色のパーツ。剣の中心にあるクリアパーツも後はめ加工にしてみました。万吉プラモチャンネル。塗装工程の最初は、ホワイト系のパーツを塗装していきます。まずは1層目にライトグレーを塗装します。カメラ越しだとグレーが塗装されたのか、ほとんどわかりませんね。2層目は、ホワイトを使ってグラデーションを入れていきます。ブラックのグラデーション塗装が難しいとお話ししていましたが、ホワイトのグラデーション塗装も結構難しいですよね。上に重ねるホワイトが、下地のグレーに影響して、真っ白にならないところが難しいです。ロボット系だと、くすんだホワイトでもかっこいいのですが、ブライドは、ホワイトを基調としたデザインなので、なるべくホワイトに近づくように、塗装を何度も重ねていきます。肉眼だともう少しホワイトっぽいんですが、カメラ越しだと結構グレーですね。
一部のパーツの3層目にはパール塗料を塗布してみました。トップコート前ですが、個人的に満足な仕上がりです。どんな感じに仕上がるのか、賭けみたいなところがありましたが、グラデーションも残っていますし、よりホワイトに近づいたので、結果オーライですね。ただ、カメラ越しだと、パール感があまりないのが悲しいところ。パール塗料を使わないパーツは、グラデーション塗装の後、クリアーホワイトを軽く塗布しておきます。グラデーションも残っていますし、ホワイトも発色してくれました。半透明なマントは、どう塗装しようかと悩みましたが、全部塗りつぶしてしまうのも味気ないので、先ほどと似た感じで、ホワイトでグラデーションを入れつつ、パール塗料を塗布しようと思います。マントの根元部分は、ホワイトでグラデーションを施します。その後、全体的にパール塗料を吹き付けていきます。グラデーションが目立たなくなってしまったので、もう一回ホワイトを重ねて、さらにパール塗装。いかがでしょうか？パール塗料とグラデーションで、元の半透明なマントより、ぐっと美しくなった気がします。それにしても、パール塗料を使うの楽しいですね。次にメタリック系を塗装していきます。重めの質感にならないように、シルバー系の下地にはグレーを選択。2層目のシルバーには、ミスターカラーのホワイトシルバーを使います。いい意味で、軽いシルバーを表現できた気がします。これは美しい。クリアオレンジのパーツは、ウィドウと同じようにキャンディー塗装を行います。最後の層のクリアオレンジの発色を助けるために、1層目にはブラウンを選択。2層目にはガイアさんのスターブライドシルバー。3層目にはクリアイエローを足したクリアオレンジを塗装します。クリアオレンジだけだとゴールドというより10円玉みたいな色になってしまったのでイエローを足しています。もうちょっとイエローが強くても良かった気がしますが、これはこれで綺麗なので気にしないようにします。キャンディー塗装以外にも一部パーツにはスターブライドゴールドを使って塗装をしています。初めてスターブライドゴールドを使った気がしますが、思ったより赤っぽいゴールドなんですね。なかなか綺麗な色です。肌パーツの1層目には、前回のウィドウと同様に、イエローを少し足したホワイトを採用。下地に暖色系を使うことで、フレッシュカラーの発色が良くなるような気がしています。2層目も、フレッシュカラーはウィドウで作成した色を使います。最後にクリアーペールレッドを使ってシャドウを入れていきます。ラスキウスを使った塗装はおなじみなので、細かい説明は不要ですね。次に髪の毛を塗装していきます。今回は、ラスキウスアーラの濡れガラスに、シアンとブラックを足してメインカラーを作成しました。次に、メインカラーに、ブラックと透明クリアーを足したシャドウカラーを塗装します。
3層目には、ホワイトにメインカラーと透明クリアーを足したハイライトカラーを塗装します。この後に、シャドウカラーやメインカラーを使って調整するので、あまり深く考えずに塗装していきます。ここからは、今まで作った色を使って、納得するまでひたすらに調整していきます。最終的に、こんな感じになりました。一応4色くらい使っているのですが、暗めの色なので全くわかりませんね。塗装した本人でも、どうなってるのかわかりません。ホワイト系のパーツはグレーで、ゴールド系はブラウンで墨入れしています。そして、面相筆を使って、顔パーツに部分塗装をしました。最後にトップコートです。武器は反光沢。肌や素体は艶消し。装甲は光沢仕上げにしました。これで、すべての作業が終了です。ということで、エクスキューショナーブライド、完成しました。作業量はそこまで多くはなかったのですが、カラーリングや表現方法をどうしようか色々と迷ったキットでした。ウィドウと対になっているということで、素体のカラーリングを合わせています。手足の成型色はシルバーなのですが、今回はホワイトに変更してみました。ホワイトが多すぎてちょっとくどいかなと思いましたが、組み立ててみると、全然そんなことはなかったので安心しました。素体は艶消し仕上げですが、装甲類は光沢仕上げにしています。マントが神々しくて結構お気に入り。マントほどわかりやすくないですが、装甲類は基本的にパール塗装にしています。なんとなくパールっぽくなっていると伝われば嬉しいです。ナイトマスターソードもカラーリングを変えてみました。と言っても、大きな変更は青色だったところをシルバーに変えたくらいですね。塗装のところでもお伝えしていますが、ホワイトシルバーを採用して、優しい感じの輝きになるようにしています。もちろん変形も可能です。それでは最後に、完成品をじっくりとお楽しみください。
ということで、今回は、エクスキューショナーブライドの全塗装制作動画をお送りしてみました。ホワイトのグラデーション塗装やパール塗装など、新しいことにチャレンジできたので、結構楽しい制作でした。これでやっと、ウィドウとブライドを一緒に並べて飾ることができます。そういえばこれで、いろいろな最新情報が解禁されましたね。いろいろな情報が発表されましたが、やっぱり、一番気になったのはアマテラスでした。原型が登場した時は、テンション爆上がりしました。大型キットということで、先行して軽装版が発売されて、その後完全版が発売されるみたいですね。皆さん注目されているキットなので、こうやって小刻みでも早く製品化してくれるのは、本当に嬉しいです。それに、軽装版でも今回作成したブライドくらいは余裕でありそうなので、完全版はどのくらいのボリュームになるのか期待大です。今年も寿屋さんにお金を絞り取られますね。動画作成で、女神デバイス以外の情報はあまり見れていないので、後日まとめサイトとかで情報収集したいと思います。もし面白い情報があったら、コメントでぜひ教えてほしいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。気になることや、リクエストなどありましたら、お気軽にコメント欄にお書きください。またよろしければ、チャンネル登録や高評価いただけると嬉しいです。Twitter もやってますので、お気軽にフォローしてください。また次回お会いしましょう。バイバーイ。